コツコツ貯めたものをちょっと譲ってくださるという。そうですか。寸法とかってなんかあれですか、持ってらっしゃるお着物とかなんかいつもの作ったことはない。初めて。どうすいません。そういう流れ。なので初めてなのでちょっと藤工房様のあ、そうですか。これをおすすめで。はい、あらららら。あ、 3月にそう初めて一式揃えさせてもらってというか、はい今年ですの、か。なるほど。まだ教室に通い始めたという。あ、なるほど。はい。ようこそこっちの世界へ。よういらっしゃいました。でもなんか状態そんなあれね、虫食いもないし、はい、いい感じですね。洗ってないですか？ないです。割と綺麗な状態ですね。あんまり凝りくないですよね。古いものね。古い、もう作ってない。あ、そうなの？古い割にはなんかだいぶマシな感じですよ。はい。それでカビってる場合、まあちょっとあるけど、よっぽどひどい感じじゃないし、湿気です。そうなんですよ。なかなかの掘り出し物ですね。さすが。さすが。さすが私。わしよくやった。まあこれでじゃあ着物ですね。これでね。はい。そしたらまあ襦袢はあんま考えなくていいですかね。なんかとりあえず既製品のなんか用意して、それで着ちゃう感じにしましょうか。そうですね。襦袢は2枚ぐらいあります、ね。ありますか？はい、母のものとか。できればその10番のその雪のこれが襦袢より着物短いと出ちゃったりするので、まあ本当はそれにその襦袢がぴったりだったらそれに合わせた方がいいんですけどね。いや、短いです。短い。私ちょっと腕が意外と長い。長いんですか。じゃあとりあえず今持ってるものは無視して、とりあえずやっちゃいましょうか。で後々その襦袢どうしても気になるようだったら、ちょっと雪直しするとか、ね。襦袢が出てしまうってことはないと思います。なるほど。はい、こっから出なくてもこっからが非常に出る場合多い。内側から。まあ気にしなければってとこですけど、やっぱりまたピンクの昔流行ったみたいなんだと、ちょっとペロペロ目立つのが人様に迷惑かけるわけじゃないんですがちょっとやっぱりねっていうことがあると思うんで、まあ雪直しはね全然できないことはないと思うので、じゃあちょっとその寸法はとりあえず無視して、襦袢以外の寸法をちょっと作りましょうか。そしたら身長ちなみにおいくつですか？157？ 6から6.7。6と見ましたね。縮まってきましたね。ね、大丈夫です。みんなそうですから。なんか悲しいことに。ちょっとじゃあ採寸させてもらいますね。こちらで結構ですので、雪ね、本当にちょっと雪長いかも。本当ですね。今時の若い方は本当に長いけど、それに匹敵するぐらい今時ですね。そこだけ。でも、あれですね、身幅がそんなにないので、あんまり雪を長々にここまでゆったりとしない方が着やすいかも。ちょっと説明しましょう。まあ、特にその生地がこれウールなんで、まあちょっと張りもあるんで、着るとだいたいこう肌に腕にこうふわっと沿うわけじゃなくて、こうちょっと
張ってる生地だから長めに作ってもちょっと短めに感じると思うんですね。だから長めにした方がその違和感はないかもしれないんですけど、これねヒップ寸法からの身幅の割り出しっていうのがあるんですよ。で今測らせてもらったら、もうこの辺りなんですね。洋服の上から。ないといつも80。ああ、それぐらいですよね。はい、実際でこう測ると80。そうだから襦袢まああってで、まあ、90、90この辺りだと思うんですよ。でそうすると、胸もきっとこれだと思います。胸はね大体でいいんですけど、これちょっと今極端に書いてますけどね、身幅大体測ったらまあ裾でこう決めるわけなんですよ、身幅をね。で後ろ幅が大体まあ7寸5分ぐらいでいいでしょうってことになるわけですよ、後ろ幅。でそうするとこの肩のところと裾とってこれ一緒なんですよね、つながってるわけです、まっすぐと。でここが肩幅になるんですよ、でここが袖幅になるでしょ、でそうするとまあ要は身幅が広い人で雪がどうしても欲しいってなるとこれも目いっぱいこう出さなきゃいけないんですよ。でそうするとじゃあどうしてもいっぱい雪を取りたいってなったら今一尺8寸がまあマックス長そうな感じなので、ね、9寸普通に考えたらこう9寸9寸っていう割り振り、袖と肩とこうするじゃないですか。でそうすると後ろ幅に対してこれ差が1寸5分ってなってくるんで、どっちか言ったらこれが同寸ぐらいの雪短い人だったらここからこのくらいでこうなんていうのかな、こう傾斜がこのぐらいで済むはずが、今雪を出そうとするとこういう傾斜になるんですよ。そうするとここがだいぶ袖付けの位置っていうのがこう違ってくるから、で体型ってこう足があってお尻があって、でここからこう手が出てくるじゃないですか、肩って。だからで帯をここに締めた時に、余るな雪が長く取ろうとすればするほどここの差が広がってくるから余りが多くなってダブダブしてくる。ちょっとね。そうで特に大島みたいなもう生地も張ってて光沢がいっぱいあるもんだとここのダブダブがさらに強調されて見えるから気になる方がいたりとか。柔らかいものだったらなんかこうスッとしたらそうでもないんだけど、やっぱ生地が張るこういうもんだとどうしてもここの差がすごく気になってしょうがないっていう方が増えてくるんですよね。だから策としてはこの肩幅をもうちょっと狭くして、理想的にはまあ1寸差が1寸だから4センチの差にとどめといたらまあ理想、ここがね。でそうするとおのずとまあじゃあその分例えば1尺8寸にしたいのに8寸5分の9寸5分っていう割り振りにしたら1尺8寸になるじゃないって、まあ計算上はそうなんですけど、この差も畳んだらもう袖のお化けみたいな着物になっちゃうのもあんまりそれもちょっと具合が良くないんで、まあその袖と肩の割り振りってまあほどほどがいいんじゃないかなっていうところなんですね。なんでまあ一番普通にもう5分の差でしたら8寸5分の9寸、袖が9で肩8号で1尺7寸5分、まあざっくり言うとなんとなくこれで着てくださいなっていうことになるんですよ、この細い人だったら。だけど若干手が長いからもうちょっと欲しいなっていう、そこの後は南部のせめぎ合いなので、ただそれでも8寸5分9寸5分ちょっとしんどいから、せめてじゃあ9寸2分か3分ぐらいまではみたいなね。であとはこれの袖幅のこの反物の幅との今度は限界地点が出てくるわけですよ。狭くするときはカットって言いますか、
注ぐんですあね。そう縫い込むだけなんでいいんですけど、そうこの肩が狭くした分袖をちょっとでも長くしたいなと思ったら、これはちょっと広めでねいいんですけど、これが寸のあそう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 なんです。こっちがまあセンチで言うと今38センチ弱なんですよね。そうまだこれ広い方なんですけど、昔の玉のこの36とかっていうのも割とこんな短いのもあるんですよ。でそうするとこの9寸例えば3部とか4部とかっていう寸法が出せないってことになってくるんで、まあそれはその時にじゃあこっちを出せば、その時はもうこの生地がとっても気に入っちゃったからこの差が広くなるのはまあしょうがないとしても、まあ、なるべくならあんまりそういうふうにあれやこれや反物がこうであでとかいうのを心配しない寸法にするんなら、本当に昔の36センチ幅で統一するならもうこの一尺何寸5分っていうこの割り振りがまあ理想というか限界というか、でもまあ今回のは幅広いし9寸2分にしとこうかいなと。でトータル1尺7寸7分っていう雪だったらちょっとまあグリグリがちょっとまあ見えるくらい、割と普段着だったらこのぐらいの方が着やすいっていう方もいらっしゃるので、私なんかもうこんなにおっくり思いっきり出てるんですよ。だから4センチ普通にこう皆さんがおっしゃるここまでっていうところになったら4センチ雪長くしないと届かないんですけど、もう身がそんなにないので、もうこれが理想的な感じだから、まあここかなっていうところですね。まあ袖がね幅広くてバサバサするよりはこちらでね、軽やかなのこっちかな。でも確かに測ったら雪長い方でしたからね。標準だったら多分この身長で痩せてる方って言ったらもうこれ全然普通に標準ぐらいですからね。まあ逆に言うとこの寸法って割とリサイクルの着物とか一般的なのでは割とこれ多いんでまあなんかでいろいろあってもこれこのまま着れるわとかいうリーズナブルな、まあ、数字なのでお買い得な後々困んないみたいな。これするのはいいんだけど後々なんか全部チューニングしなきゃいけなくなってリーズナブルな尺どんだけ増やすつもりみたいなでもまあちょっとのことだからまあ着方でまあそのぐらい別に構わないとかね、どうしても長くしないと恥ずかしいとかそういうなんか変なこだわりがなければ理想だと思います、これにしといたらよろしいという、そうですね、あんまりね長くてコートとか着た時にコートが短くてそうですね、着物の軽やかにしといて羽織とかね、あとねコートとかはちょっと長めにしといたら防寒的に短いんだ昔のじゃあ雪175にしましょう。で9寸の8寸5分。多分ここら辺標準でいいと思います。後ろ幅はほんで一応ちょっとだけ余裕見て90ぐらいにしときますね。6275。で上の方でちょっと引いて。見丈はちょっと短めに、身長よりも短め、多分4尺5分で切れちゃうと思います。これの方がすっきりとしてちょっと短めじゃないですかとか言われるかもしれないんですけど、一応普段着なのでここであんまりモコモコしない程度、生地もね、で落ち感もそんなにないんでね、どうしても短いっていう印象になると思うんですよ。普通に正剣の合わせのもんとかだったらそれだけでもドゥロンって感じだから、同じ寸法でも長いかなって思うと思うんですけど、これは一重だしまあウールだしまあふわっとしてるんで
ちょっと短めかなって思うかもしれないけど、まああとは腰紐の位置で調整すればここら辺はすごいモクモクしなくていいと思うので、それでいっときましょう。首腰ね、首腰もどうなんでしょうね。グッと抜いた方がいいですか？どうしましょう。割と今結構抜く方が多いんですよ。昔は五分っていう本当にちょっとこう男みたいに襟詰めたくらいだったんですけど、だんだんもう今皆さんこうやって抜いてさらにガーって細くても抜いてる方いるし、まあ、そういう場合はもう最初から1寸ぐらい抜いておきましょうとかするんですけど、まあ、そこそこっていう方はまあ7とか8とかそのぐらいにしてますけどね。8ぐらいしときましょうか。ちょっと抜きに。私は参考になる。それでも確か1寸抜いたんだ。この前抜いたんですね。ご相談してね。私は一寸ゴムにしたから。現代ギリギリ。なんかきっと着付けの時もそうなんですけど、肩が怒ってて首の長さがあんまりないせいか、いくら先生もこう抜いてくださるんですけど、だんだんここ上がってきちゃうっていうと、あんまり先生もこう下げるのをおすすめされるんですけど、私こう上がらなくね、写真見てもそう思わない？抜いてるイメージない。ない、そうなので先生はそうなんです、つぶって詰まっちゃう。はい。そうか。そしたらあんまり抜かない方がいいのかな。そうなんでしょう。一生懸命頑張って下げて切るんだけど、まさかここが抜けないんです。まあいいところに落ち着いてくるでしょうからね。それちゃんとした襦袢ですよね。半襦袢とかじゃなくて。そうですね。襦袢でやったりしてますね。7分とかで綺麗にすると、あんまり抜かないこう着姿を目指した方がいいかもしれないですね。そこが落ち着くんですもんね。ポイントね。目指すところやっぱりちょっと抜きたいんですが。どうしましょう。多分持ってらっしゃるのが5分とかで、そうかもしれませんね。昔だからどうしても戻って5分に戻ってきちゃうかもしれないから。あいちゃんからいただいたの文豪ピンクの。あんまりあいちゃん来ていや普通だから多分5分だったと思う。ね。そうよね。あの時見たけど。普通のリサイクルのやつだ。じゃああれかな。1寸はちょっと行き過ぎかもしれないけど、8分でそこそこ抜けてますからね。それで普通にちょっと抜き気味にするか、もう1寸ぐらい最初からガーッと。細い方でも抜く方はもう抜いてますからね。1寸くらい抜いてみますか。それまでの寸法が1寸かな、確か。はい。ね。結構抜き気味。私のくらい。さらに着付けでグッと抜いてる。抜いてたので、もともと多分1寸5分くらいは抜いてて。最終形がね。はい。どういう感じで着たいかどうか、抜いていきたいんだったら。そうなの。皆さん特に素敵だなと思って見てるんですよ。なんか詰まってるなっていつも。そうか。じゃあこれを1寸にしてでも襦袢を5分だとパカーッとなっちゃう。出てきちゃいますね。そう、まずは襦袢を逆に襦袢が抜けてればそこに5分の着物もそこそこ襦袢作ったらいいんじゃない？作った方がいいかもね。それ基本ですよね。やっぱり先生も長襦袢をしっかり着ないと着物をちゃんと着るんですよっていつも言われて。そうですね。襦袢ちなみにあそこ襦袢ありますけどね。1箱。実は。大葉だけ。いいやつじゃないですか。洗える襦袢、総丈とかもありますよ。洗えるのいいですね。あ、総丈いいですね。私が決めるって決めてないですけど。そ
そうじゃあ一緒に作ってもらって、ね、その方が何回も来れないので。ねじゃあ早速地盤の案件に移ります。はいすいません。コットンっていうのもねいいんですけどね、一応これ今いるそうたけちゃんたちこんななんです。はい。ちょっとあ、そうか、触り心地が。ふわっとしてて、はい肌触り優しいので、はい。朝地盤ももちろんこういう色付きのお地盤で年中着てる方もいらっしゃいます。はい。ただまあ冬はちょっとそんなに暑がりさんじゃなければ、うんちょっとヒヤッとするなとか、そうですね。この下にね。汗かく時にはやっぱりちょっと快快になったりあするのもあるんで、そういうのを気にしない方だったらもう素材的に朝でいいわっていう方もあ。います。こんな色とかね。なんか暑いですしね。そうなんですよ。で割とそうたけは、まあ冬はもちろん全然、でこうふわっとしてるからそんなにヒヤッとした、はい。印象でもないし、夏でも割とギリギリいけます。うん。ただもっと朝の方が涼しいって思う方はやっぱこうちょっとね肌にトローンとするから結構当たる面積大きいんですよ。だからそれがちょっと夏暑苦しいって思うかもしれないんですけど、夏は半襦袢とかね、あるなんか割とこれは夏もんと言いつつ冬でもずっとん春でも秋でも着てる方も夏物なんですか？一応夏物っていうことええでお袖も一重袖あなんですけど、もうそんなの別に気にしないっていうあ。感じで一重袖をまあ夏物を冬の間も着てるって方が、多いんです。そうですね。はい。重ね着てるから暑いですよね。そうもうやっぱもうこんな猛暑のね延長みたいな冬が来たら、もう本当ですよね。ねもう10何度とかありますそうよね。今日も暑いしで着物で着て歩いてると暑いですしね。みんな昨日から暑いんですけどって言って来てますからね。まあこういう無地っぽいのもあればそうたけだと柄物もあるのではい。お好みでどうぞという感じですね。早いですね。すいません。早いのかとり。まあお値段は聞かないですけど、あ同じですか全部。同じです。はい、わかりました。若干これだけがちょっと新しいというか値上がり後のお値段になってるんですけど、あとは全部一番リーズナブルなお値段のこれ方です。と合わせるからなんか合ってる感じがしますあーけど、ブルーも素敵ですね。そうですね。でも割とピンク系大体、が多い。上の着物そんな選ばないので、あとはもう個人的にこう自分がテンション上がるかどうかっていう、はい。それも大事だとこ思う。れがいいです。そうしましょうか。はい。わかりました。じゃあこれで雪もぴったりこれに合わせてもう問題が何もないですね。そうするとあと地盤丈か。地盤丈もまあ普通の形をまず1個持ってから二分てことかもね、まあいいと思うので最初は普通の形にしましょうか。リブテコが分かっ分かってない。すいません。初めて聞いたこと。そうなんです。うちら辺だけで使ってる言葉ですけどね。界隈だけでそうそうそう。目見たけど返事がお助けがなかったわ。ね、なんか捨ててこと半襦袢っていうこの一旦でおついのものを作るっていうのがうちで今おすすめはしてるんですよ。まあそうすると夏でもこの結構こうなんか汗ばむの嫌だからって言って捨ててこ履いてその上にお襦袢とかっていうパターンだとここは二重になるし結構暑いですよね。それがもう履いてで半襦袢着て以上だから1枚薄くなるっていうの中襦は。袢の生地で捨ててこを作ってそうそう。そうするとチラッと捨ててこでもチラッと見えた時にお襦袢履いてるのかなと見せるっていうか。白い捨て床だとどうしてもねとかあるのでっていうのなんですけど、まあお好みです、おすすめはしますけど、まあ普通の襦袢持ってないとかだ、まあど
ちでもかな。なんかどっちも良し悪しなんですよね。半襦袢もこう引っ張りやすいからいいとか、でもね上がってくるのがそもそも普通のワンピース型だったらあんまり上がってこなくて済むとかっていう人もいるし、確かにここがゴロゴロしそうですね。それはね大体皆さんそういうもんだと思って着ればそれで OK。そう好みありますからね。まずは最初は普通の襦袢で普通にそれこそ着付け教室なんかもそれで練習してとか、マイサイズにしたらねすごく着やすいと思うので、まずは1個でどうですかね。いいと思いますか。普通に多分きっちり着たい最初は着たねいと思うので。あと崩すのはね基本が分かってればあと崩し放題でしょうから。まだね途中ね。まだ途中ね。そうしましょう。じゃあ普通の襦袢の形で作りましょう。わかりました。そしたらじゃあこっちは一応あれですね。とはいえちょっと洗った方がいいみたいな、だいぶルールがポロポロはいってるみたいなので、ザラッとしてるので、一回洗うだけ洗おうかな。その方が後からすっきりとするので、なんか今のうちに洗っといた方が安く済むので、仕立てる前に洗う。はい、そうしておきましょう。その方がお安いので、商材をじゃあ、浴衣仕立てでもいいと思います。でもう皆さん今だいたい浴衣仕立てにしてもミシン使ってもうウールでもダーッとみんな仕立ててますんで、そっちでいいと思います。でミシン使って縦縫いだけミシン使わせてもらいますね。でバチ襟です。はてそうか、単語がね。すいません。はてな。普通のなんか着付け教室とかでよく普通の顧問とか色無地とかってこうホックでこう襟のところを止めてこうやってパッと着たりとかすると思うんですけど、つけてきてくださいって言われました。そうもともとまあ要は浴衣の形ってもう最初からそういうのなくてこのまんまの襟じゃないですか。はい、そうですね。そう形のまんまで着物でもこういうのは結構バッチリ普段着物だったらもうスッと着れる方がいいっていうんでバッチリにしてる方が、いいと思うので、まあでここら辺も普通の襟型で問題ないと思うので、普通にバッチリの仕立てにしときます。でたもので洗い針だけしときます。敷き当てもどうだろう。必要ない人には必要ないここのお尻当てをドーンとねつける方もいるんですけど、どうだろう。お茶されてるとかもないですね。あと車を運転します。車か。つけとこうかな。多分つけると何がいいのか分かってないです。そうですね。なんかね一応裏地みたいなものですか。裏地でまあ1枚だと不安だからっていう補強の意味でこうお尻にドーンってつけるんですよ。でこの2幅の生地をドーンと1枚つけるので、まあやっぱお尻の補強にはなりますね。で洗うもんとかだと割ともうやっぱ表と裏の石木当て布とこれとのなんかこううまく反りが合わなくて縮んでで出てくるどうのこうのってあるんですけど、まあこれに関してはそんなに家で洗わなければ石木当てもそのまんま絹なんでね、そんなにまあつけてても大丈夫かなとは思うんですけど、どうしようかな。家で洗うならつけない方がいいっていうことですよね。そうですね。ずれっていうか、縮み具合とか。そう、まあウールの場合だと洗えるんですか。
洗おうと思ったら洗えるけど基本はまあ洗わないでねみたいな感じですけど、今結構洗濯機もこう割となんかこういうウールとかドライモードみたいなのがあるんで、ゆらゆらゆらみたいなんで、そうで大丈夫な洗剤使って洗ってる人はいます。ただまあもうみんなどうしてもね洗いたい洗いたいってなってくるんで、そう洗おうと思ったら洗えるけど、そこはうちは洗えますってはちょっとなかなか言いにくいので、自己責任でっていう感じになりますけどね。それするんだったらつけとかない方がもうややこしいことにならないんでいいと思うんですよ。ひょっとしたら洗うかもしれない。私は自己責任で。このウール、そうだ。洗えそうだからやめとこうかな。洗いたそうです。洗いたそう。なんか洗いたそう。ちょっと染みつけたらってなりそうで。そうですね。全体ジャブジャブとかしなければそんなになんですけどね。でも下手したらもう全部洗わないともういけない状況になるかもしれないし。周りにも広がったりね。ギリギリお尻当てみたいな、ここの本当のお尻の部分にだけペタッとこのぐらいだけつけるっていうやり方もあるんですよ。それで一応お尻のところがビリってならないように補強するやり方もあるんで、友布で残りそうだったらそれでつけちゃいましょうか。ね、一応こんなんだからもう縫い目がポツポツ入ってもそんなに気にならないと思うので、じゃあその作戦にしましょう。了解です。そしてあとは長襦袢は一応着物のこの寸法に合わせて、押し立てするんですけど、半襟どうしましょう。つけといた方がそのまますっと切れますよね。はい。ねえ。半襟というのは言ってないので。どうしよう。白の方がいいのかな。どうなんでしょうね。じゃあ半襟収集家だもんね。なんかおすすめあったら送り込んでもらったらつけちゃいますけど。私は結構絹の端切ればっかり買っちゃってるので、洗えるやつには多分つけれないかなと思ってて。それかもう駆け出しの時に買ったけど今こんなの絶対つけないしみたいな余ってるのとかはもう日の目見るとかね、ポリとかでもいいし。八重屋さんで買ったよね、洗えるやつ。洗える絹のやつ。半襦袢につけたまんま洗ってます。それはついてるから。外さないで。後で送るでもよければ、なんか洗えるやつとか。そうしましょうか。はい。洗える半襟。でもこれも洗えるんですか？つけたまんま洗っちゃいます。洗っちゃう。半襟ももうだから半襟だけ洗うとかじゃなくて、洗える。もうこれからついたまんまでザッザザッザ嬉しいですね。いけちゃいます。それかなんか毎回自分で縫うんだったら花房エリシンそう、それもでもとりあえずつけといた方が多分いいと思うんですよ。もうエリシンとかももうなしでいいわとかいうパターンです。ちょっと固めのね、その半襟の下につけるエリシンっていうのがあるので、それも洗えるのつけとくので、いざとなったらそのまんまだんだん楽になってくるんですね。そう、もう洗濯機ちゃんをよろしく帰ってきたらもうすぐポイっていけちゃうので、それはもう何よりです。もうシワにもなりませんので、もう乾いたらもうそのまんま。どうしてもね、暑いから汗がいたりしますよね。やっぱりね、一回でも汗みたいなついたら、一回しか着てないのにじゃないんですよ。一回着たらもう洗わなきゃ残るので、それがもう半年後には真っ黒いのになってくるので、襟と袖口だけはちょっとまめに
こことここだけだったら全部洗わずともちょっと洗面台の上でも出てこいちゃう。とりあえずやったり、この汗とか本当にびっしょりついたら水だけ通すだけでもだいぶ違うと思うので、ややこしかったら洗濯機で。絹のものはちょっとそれもできないんですよね。絹のはね、洗濯袖口とか。袖口ね、やっぱ縮む可能性が高いので、大丈夫な絹もあるんですけど、大概はこうよりがかかっててギュンってなりやすい生地なんで、まあ自己責任。もうどのみち寸法狂ってるし、もうええわみたいなんだったらちょっとクシュクシュぐらいはいいかもしれないですけどね。洋服なら毎日洗うのにね。じゃあ半切りは後日お届けということでしときましょうか。そうします。はい。これか木曜くらいに持ってきます。これスッ内密に。はい。玄関前にちょっと置き手紙だけ置いてポスティングポスティングし。どこかな。襦袢丈測ってない。襦袢丈。150、7、8センチ、6センチ。ですね。ちょっとあんまり滑るのでやめときましょう。短尺325。いや、これからのこと考えてこれから何か起きますか。ちょっとね、洗ってちょっとだけ詰まるのもあるんですけど、やっぱりちょっとね、あんまり長すぎると暑さもちょっとそれに伴って暑苦しくもなってくると思うんで、軽やかにちょっと短めで着てもらおうと思います。長いとなんか乗り降りとかも開かなくて大変ですよね。なんかくるぶしのとこにね、なんか引っかかる感じとかで、割ともう全部おあつらいばっかりじゃなくて、どうしてもこれもらったし着ようっていうのがちょっと短めとかだと襦袢チラチラ見えるのもちょっとなんかしんどいなみたいなになると思うんで、割とちょっともうくるぶしよりちょっと上ぐらいに今しときますので、これでいってみましょう。わかりました。このぐらいだけ雪短くするんですけど、ちょっとだけさらに奥短くしといたら、あんまり出にくいと思う。どうしてもね、洗うものってここら辺どんどん出てきやすいんですよ。だからちょっとだけ控えをしておきます。1、7、2。繰り越しって結局決まってない。何本するんだったっけな。5だと抜けないから。そうですね。一緒にするからもうそれで。そうですね。それで長襦袢も少し抜いた感じに作っていただいて。夢の一寸やってみますか。お願いしようかな。8分か1寸かどっちかかなって感じですけど、もう最初からグイッと。長襦袢の力を借りて着物を。君がもう最初からここにいるみたいな。またそこでどうしてもちょっと、困ったなってなったらまたちょこちょこ次からの調整してみるっていうのもいいかもしれないですね。で一応下手あかりが2月中かなっていう感じになると思うので、また送る前にメールでも入れときますんで、よろしくお願いします。はい。さあ、着物沼。そこまで。いらっしゃい。襦袢作ったらもう早いですよね。次々。自分のねサイズになってるのがあるといいですそうなんですよね。特に襦袢はね、どうしてもやっぱ皆さん大事っておっしゃいますからね。